ロータスクオリティアシュアランスは2016年、ベトナム国内外においてソフトウェア製品に質の高い品質保証サービスを提供するというミッションのもと、首都ハノイに設立されました。2017年には専門性を高める一方、全面的なサービスを提供するためにロータステクノロジーサービスを設立し、人工知能データラベリングトレーニング、アノテーション、そしてソフトウェア開発のサービスを始めました。約4年間で LQA と LTS の質の高いサービスは認められ、世界3つの地域の顧客から信頼を獲得しています。また、収益と従業員数は150から 200% の成長率で成長を続けています。日本市場において全てのサービス分野でのプロジェクト数の増加や、日本のおもてなし文化に対応するためのサービス改善の必要性、それに加え質の高いサービスや厳しい基準を持つことで有名な先進国である日本から学びたいという思いがあり、 LQA と LTS は日本に最初の海外支店となるロータスジャパンを設置することを決めました。日本支社設立の目的は、より日本の顧客に近づき、顧客の悩みを聞き、素早く解決策を提案し助言することで、私たちのサービスを改善していくことです。また、ロータスジャパンは日本にいる LQA と LTS のエンジニアにとって第2の拠点となります。ロータスジャパンはベトナムオフィスと日本をつなぐ架け橋となり、トレーニングや情報交換をビジネスパートナーだけではなく、日本の大学や組織、そしてテスティングコミュニティや AI コミュニティと行うことを可能にします。2020年4月、ロータスジャパンは長い準備期間の末、日本支社の設立を完了し、現在は正式に営業を開始しています。企業の所在地は神奈川県横浜市です。なぜ神奈川なのか。日本の主要な経済、金融、観光の中心地といえば、ほとんど多くの人が東京や大阪を思い浮かべるでしょう。しかし、日本の新しい IT ビジネスの中心地である神奈川が、私たちの日本の市場への第一歩となる選択です。以下がその理由になります。1、立地。神奈川県は東京に隣接しており、多くの多国籍企業や高い技術力を持った中小企業の拠点となっています。さらに神奈川県には緑豊かな山々、美しい海岸線のように豊かな自然環境があります。また、箱根の温泉街、横浜赤レンガ倉庫、高徳院の大仏など、日本の魅力を一つにまとめたような数多くの観光地があります。2、インフラ。神奈川県は主要な中心地であるだけではなく、素晴らしい交通網が備わっています。道路や鉄道は港や国際空港までをもつなぎ、また他県への移動にも便利です。これは私たちのお客様が日本全国にいたとしても非常に役に立ちます。3、豊富な人材。人口約920万人の神奈川県は、東京とつながる豊富な労働力を持つ巨大な市場です。神奈川県ではおよそ6万3000人が学術機関や研究開発機関で働いており、これは日本で最多の人数です。また、国内で2番目に多くの研究開発のための施設やオフィスを持っています。4、自治体からの支援。神奈川県のアジアと世界に開かれた産業基盤の発展を進めていき、世界中から最新の技術を持った企業を誘致するという目標は、セレクト神奈川ネクストというプログラムとして実施されており、神奈川県で投資をしたりビジネスを始めたい企業に多くの支援を行っています。ロータスジャパンは神奈川県や日本貿易機構、ジェトロの支援のもと、コロナパンデミックの困難な状況にもかかわらず、日本に支社を設立することに成功しました。 LQA と LTS のフン・タン・スアン CEO は2019年11月にハノイで開催された神奈川ビジネスセミナーで、神奈川県知事である黒岩祐二氏に会う機会があり、そこで多くのアドバイスと激励をもらいました。2020年7月8日、黒岩知事はロータスジャパンとロータステクノロジーサービスの設立を神奈川県の記者会見で発表しました。次に、ベトナム ICT 企業が県内に進出についてです。今回ベトナムから ICT 企業のロータステクノロジーサービスが県内に日本法人ロータスジャパン株式会社を設立し、事業を開始しました。このロータステクノロジーサービス室は、ハノイに本社を置く ICT 企業で、ソフトウェア開発や AI を活用した自動運転向けの画像解析などの分野で急成長を遂げています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークを
導入する企業が増えており、セキュリティ確保などに必要な顔認証技術や、ウェブ会議システムなど、ICT サービスへのニーズが急増しています。ロータステクノロジーサービスからは、このようなニーズを踏まえた高品質の ICT サービスを提供していく考えであると聞いております。同社は、多くのベトナム ICT 企業が出席している本件を、以前から有力な進出先候補として考えてこられました。この写真、昨年11月のものでありますけれども、ベトナム企業の誘致を目的として、ハノイで開催しました神奈川投資セミナーにおいて、私からも社長のフン・タイン・スアン氏に、本件でのビジネス展開の優位性を直接説明したところ、大変評価をいただきまして、誘致の実現に至りました。コロナウイルス感染症に対する警戒が続く中、ベトナムとの相互の往来制限を段階的に緩和する方向が示されていますが、まだ多くの国々から日本への入国は制限措置が取られています。同社はこうした状況にあっても、新型コロナウイルス感染症拡大前から来日していたベトナム人の社員が中心となって準備を行い、本件での事業スタートにこぎつけたと聞いております。県としても、駐在員による丁寧なフォローアップや、外資系企業向けレンタルオフィスの提供、外国企業立ち上げ支援補助金の交付などによって、事業の開始をサポートいたします。ベトナム企業を県内に誘致した件数は今回で10件目となります。今後もベトナムをはじめ、海外からの企業誘致に積極的に取り組んでまいります。ロータスジャパンの設立はロータスグループにとって世界の地に足を踏み出す第一歩となります。私たちは LQA、LTS、LJP の3つの法人の円滑な運営と協調によって日本のお客様の強力なサポーターになることを願っています。そしてそれと同時に常にロータスグループのサービスと人材の質を高めるために学び続け、知識を共有していきます。ベトナムの国家である強く誇りのあるハスの花のように。